一人一人のキャラクターがすごく個性的で、企んでることだったり、それぞれ持ってる思いみたいなのが一個の舞台の中でいろんなところでそれが起きてて、ラバエデールはもういわゆるドロドロの三角関係みたいなメロドラマみたいなお話じゃないですか。けれどもそこになんか格差をも乗り越える愛といいますか、すごく強いものがあるって思います。コールドバレエとかクラシックっていうバレエ的なところとか、バレエっぽくない人間っぽい世界のそのコントラストみたいなのがあって好きです。この1幕でガムザッティとの結婚式のシーンで華やかで、2幕はそれとは真逆にもう女性たちのこの影のシーンで、しっとりというか美しいシーンがあっての3幕でまた盛り上がるっていうのはマカロワ版ならではじゃないかなと思います。普通のバレエとは違うというか、自分の幻想の中のことを軸に置きつつ影って踊らなきゃいけないんで、そこがやっぱ難しいし表現していかなきゃいけないところだと思う。影の王国は人間でもなくて動物でもなくて、影っていうところがやっぱバレエでしか表せないような世界ってところが魅力的だと思います。最初から最後までを演じきる気持ちの変化だったり、自分でも楽しみながら踊れるし、すごい踊り終わった後にその役を生きたなっていう感じになれるから、そういう部分が好き。正直ちょっと苦手な演目でもあるかなと。結構やっぱり影のシーンが、テクニック的にもあと体力的にもすごくハードなところで、結構いつも自分の中で苦手なテクニックがあって、いつもそれが劇場に行くとスランプに陥るっていう、だからこそちょっと自分の中で苦手意識があるのが正直なところです。今まで私がやったことのあるものって結構少女から変わって大人になるとか死後の世界とかそういうものが多かったんだけど、バヤデールは最初から結構芯のある大人な女性のイメージだから、本当に魅力も強いし芯も強いしっていうところで、でも女性の可愛らしい面とか可憐な面も持っているっていう、もう人間の多面性とかにもすごい超人間力を求められる役だって思っていて、目上の人から言われて自分の中で葛藤もあって、でも自分の中では絶対に嫌だっていうのを分かっている、自分では決めている。最終的には彼女のその力でもって、世界が破滅しちゃうみたいな、それぐらいの力を持った人。ニキアに対する気持ちとガムザッティに対する気持ちのこの変化、ただ好き好き結婚したくないじゃなくて、やっぱりどうしてもニキアの方に惹かれちゃうとか、ガムザッティ綺麗なんだけど自分の中でためらいがある、やっぱニキアが忘れられないっていうのを、そこでやっぱりそういう表現を見せていかなきゃいけないところが多分一番課題かな。自分のやってきた役とは違う自分の色みたいなものが出て、それがニキアに生きたらいいなって。やっぱり、難しいお話だからこそ、バヤデールっていうバレエ自体を踊りだけじゃなくて表情だったり一つ一つの仕草とかでストーリーを伝えていけるようにしていきたいなと思います。それをどういうふうに克服していけばいいかっていうのはなんとなく自分の中ではできてきたから、やっぱり何回もやってきたっていう自分の中での自信があるから、今までよりかはよりいいものは見せれるんじゃないかなとは思ってます。大好きなバージョンのラバエデールだったので、まさか東京バレエ団でそれを上演できることになるなんて夢みたいな話です。